こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、クレームが止まらない教師の NG 成績付け全教師必読書も紹介します。こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。評価がわからん。評価がわからん。評価がわからん。何回言うねんって感じですけど、評価難しくないですか？で、子どもの学習物、成果物に対して評価をするわけですけれども、それに基づいて通知表を作ったり指導要録に書いたりするわけですけれども、これがようわからんで、結果的に子どもから突き上げられたり、保護者からクレームが来ちゃったりなんていうことあったりしませんか？悲しすぎる、この評価が苦しすぎるっていうことでですね、この動画最後までご視聴いただければクレーム回避の成績付けのポイントがよくわかると思いますし、この学習評価に関する小難しそうですけれども、すごくわかりやすく紹介してくれている教育書も紹介したいと思います。この動画の最後には重要なお知らせもありますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ、早速ね、本題の方行きたいと思いますけれども、結論をお伝えしていきたいと思います。結論はですね、単元の途中の学習の様子を成績に反映させることはやめてくださいっていうことをですね、ごめんなさい、長いですね、もう一回いきます。単元の学習の途中に行う評価ノート回収したりとか、子どもの授業の様子とかメモしたりするじゃないですか。あれを最終的な成績に含めちゃいけない、反映させちゃいけませんよっていうことでございます。で、いきなりちょっとおすすめ本紹介したいんですけれども、じゃん、こちらでございます。今日僕がお話しするのは、この三好真嗣先生がお書きになった学習評価入門、この本を元にですね、少しお話をさせていただきたいと思います。時に授業のノートを回収することがあるじゃないですか。その授業のノートの様子を見てですね、子どもたちの様子 A、B、C 判断し、補助簿、帳簿なんかにメモしてですね、この子は A、この子は B、この子は C というふうにメモをします。そのメモを最終的学期末に子どもたちに配布するような通知表の評価に結びつけてはいけないんですよっていうことです。嘘でしょ？言われてたんですけど、先輩の先生に授業のノート回収しなさい。で、回収してきちんと評価しなさい。そして評価してきちんとそれメモしておきなさい。それを最終的に通知表を作る時の材料に使うんだから、それ必ず行いなさいって学年主任さんとか初任者指導の先生に口を酸っぱく言われてたんですけれども、おい、それ嘘でしょ、宮沢、嘘だよね、嘘って言ってっていうふうに思われるかもしれませんが、ごめんなさい、嘘じゃないんですね。これですね、めちゃくちゃ分かりやすい例紹介したいと思います。体育、水泳が分かりやすいかなというふうに思いますね。全8時間の単元があったとしましょう。第2次、その子供は5メートルしか泳げませんでした。そして単元の最後、週末ですね、第8次、その子供25メートルなんと泳げるようになりました。ということで、この子供の評価はC。だって第2次全く泳ぐことができなかったもんね。あなたのワークシートの記録ちゃんと先生メモしてありましたから、あなたは泳ぐことができません。 C です。なぜなら第2次5メートルしか泳ぐことができなかったからです。そういった通知表を作り、そして子供に配布したら、保護者に配布したらですね、その子供や保護者はどう思うでしょうか。そんなバカな、一生懸命練習して最終的に25メートル泳ぐことができるようになったにもかかわらず、この水泳の技能 C ってどういうことだ。これ確かにそういうふうに考えたら分かりますよね。子どもたちの学習の到達度のその様子っていうのは、学習のプロセスで評価するのではなくって、単元の末最後の最後に評価をしてあげなきゃいけないっていうことです。もちろんワークシートを集めることはあります。国語算数だったら授業のノート集めます。体育だったらワークシートを集めることがあります。そのワークシートにコメントを書いて返事することもあります。あるけれども、それを単元の途中であるにもかかわらず成績付けに使ってはならないっていうことですね。あくまで単元の途中の評価は通知表や指導要録のために記録に残すための評価ではなく、自分自身の授業改善のための評価っていうことなんですね。あの子は5メートルしか泳ぐことができなかった。他にもまだ5人10人いるわっていうことは、次の授業は計画を変更して、ちょっと泳げない子どもたちを集めて手厚い支援をしていこうかなっていうような授業改善に結びつけていくための授業ノート回収、ワークシート回収、評価ならいいんですけれども、これは成績とはっき
きり分けなきゃいけないっていうことですね。ここ大事にしていきましょう。これ間違っちゃうと子どもたちへの評価も間違ってきますし、結果子どもや保護者からどういうことですかっていうような突き上げが来ることがあるんで、当然ですよね。これはね、これ気をつけていきましょう。じゃあ具体的に何をいつどのように評価をしていくのかっていうところなんですけれども、今日はそちらの内容はこの動画では触れません。その代わりに大発表でございます。セミナー久しぶりに開催させていただきます。わーい。セミナータイトルはですね、自信を持って通知表を作成、具体例で学ぶ実践セミナーでございます。講師は三好真嗣先生。三好真嗣先生は現役小学校教師でありながら京都大学に進学し、2年間学習評価について研究をなされていた。そして何を隠そう、先ほど紹介したこの学習評価入門の著者でもあるんですね。この三好先生をお呼びしてセミナー開催させていただきます。セミナーの内容は具体的な単元を例示しながら成績の付け方を丁寧に三好先生から紹介していただきます。月日は11月23日土曜日朝の9時から11時、2時間でございます。ちょうどあと1ヶ月ぐらいですね。方法は Zoom ミーティングで行いたいと思います。こんな方におすすめです。もう1から5年目の若手教師も全員来てください。そして若手教師ではないんだけれども自信を持って評価し通知表を配布できるようになりたい中堅の先生、ベテランの先生、ぜひお越しください。そして正しいその評価を後輩教師に教えられるようになりたいなっていう責任感たっぷりの先輩の先生、ぜひお越しください。そしてセミナーの参加の料金なんですけれども、2時間でいつもの通り4400円でございます。ただちょっとお高いですね。研究所メンバーシップゴールド会員の皆さん限定で割引させていただいております。なんと4400円が1500円、とってもお安くなっております。さらに早割もやりたいと思います。今日この動画を配信した今日この瞬間から1週間限定でなんと1500円が1000円にさらに割引されちゃいます。参加しようかな、どうしようかなって迷ってる方はぜひ勇気を出して一歩前に進んでみてください。チケットの買い方はですね、とっても簡単です。研究所メンバーシップにご登録いただければ秘密のオンラインショップっていうのがあるんですね。その秘密のオンラインショップに招待しますので、そちらからチケットをご購入ください。以上、今日はクレームが止まらない教師の NG 成績付け、こんなテーマでお話をさせていただきましたけれども、もう僕ね知ってるんです、分かってるんです。保護者からクレーム来るっていうのは大体3つですよ。1つ目は子供同士のトラブル、2つ目は教師と子供の関係、そして3つ目が成績です。で、大体学校の先生っていうのは子供同士のトラブル、そして教師と子供との関係性に非常に注力して頑張ろうとするんです。だけれどもこの成績っていうところ案外見落としがちなんですよね。特に発達段階が上がれば上がるほどこの成績についてシビアに捉える子どもや保護者がかなり増えてくるんです。にもかかわらずこの評価に関する理解が深まっていないまま先生担任をしてしまうと保護者から突っ込まれ放題、好きだらけなんですよね。これ危ないです。ぜひ各学校で研修をしていただきたい。研修をしているところはバッチリ OK だけれども、なかなかうちの学校そういう機会ないんだよねっていう方もおられるかもしれません。そんな方はぜひこの宮沢優衣教育研究所ご活用いただいて一緒に理解を深めていきましょう。このセミナーで評価に関する正しい理解を得ることができれば残りの教師人生安心してずっと成績付きができ、通知表も胸を張って堂々と配布することができる。保護者から何か意見があったとしてもおどおどせずに毅然とした態度でこれはこういうことですよっていうのを説明する力が手に入りますから、めちゃくちゃおすすめのセミナーになっております。一緒に勉強していきましょうね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営、そして成績付け、心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。